はい、こんにちは。うどんです。今回は純金でパソコンを冷やしてみましょうっていうことなんですが、金塊とかで冷やすわけではなくて、そんな財力もないし、金箔とか銀箔とかを CPU グリスの代わりに使ったらどうなっちゃうのっていう、またしてもちょっと斜め方向のどこにも需要のない検証動画です。で、パソコンの頭脳である CPU はものすごく発熱するので、CPU クーラーっていうもので冷やさないといけないんですね。で、そのクーラーと CPU の間には CPU グリスっていうネチョネチョを塗って、で、ミクロの隙間を埋めて熱が移動しやすいようにするわけです。ただ、ネチョネチョではないシートタイプのものもあったり、で、アルミホイルで代用しちゃってる方もごく稀にいるみたいなんですね。なので、金箔とか銀箔とかでも、あるいはいけるのではなかろうかと。そういうことで、ちょっと実験していきたいと思います。で、この他にももう少し実用的なものも手に入れましたので、銅でできてるアルミホイルみたいな。っていうか、むしろ今回はこれが本命なんですけど、どういう冷却性能になってくるのか、こちらも調べていきたいと思います。ただ、結構意外な結果になったんですよね。というわけで、今回は、まずは使用する機材をさらっとご紹介。で、CPU クーラーもデカめのやつをゲットしたので、こちらも開封からのちょこっとレビュー。そして検証ですね。金、銀、銅、アルミの薄いやつを、グリス代わり、放熱シート代わりに使いまして、で、温度のチェックをしていきます。そんなお品書きとなっております。で、このうどんの機材部屋チャンネルでは、パソコンやカメラの機材の、変化球的な検証なんかもやってまして、今回は大冒頭なんですけど、どこかに刺さっちゃいましたら、チャンネル登録、コメント、高評価いただけますと嬉しいです。で、今回検証に使うパーツですが、CPU は AMD Ryzen 7 Pro 4750G、GPU を内蔵している APU ってやつですね。で、デスクミニから移植しまして、で、他のパーツは最近テストでよく使ってる、マザーボードが、ギガバイト、B550i Aorus Pro AX。で、メモリが、G スキルの2枚で 16GB のオーバークロックメモリと。で、SSD はトランセンドの NVMe で M.2 のやつと。で、電源は、コルセアの 450W。小さめの、SFX タイプのやつですね。で、CPU クーラーですが、サイズの忍者 5？ 忍者 5？ ってやつを購入してみました。今回の CPU の 4750G の TDP は、65W なんで、こんなでっかい CPU クーラーが必要なのかどうか、あるいは条件を変えて差が出るのか、なんか微妙な気もします。で、価格は6000円ぐらいと、でっかい割にはリーズナブルで、冷却性能も高そうかなっていうところです。で、放熱フィンも何層にもなってて、面積も広いし、で、ヒートパイプも12本ありまして、ちなみにこのヒートパイプっていうのは、熱を発熱する部分から冷却する部分へと素早く移動させることが目的らしいです。で、実は中は空洞になってて、そこに水が少量入ってるっていうことです。で、この水が CPU で温められると蒸発して、気体になって、で、放熱フィンのところに素早く移動。で、そこで冷やされて、また液体の水に戻って。で、また CPU のところで蒸発して、放熱フィンで液体に戻って。みたいな繰り返しで熱を移動させてるっていうことです。ポンプのような動力が不要なので、なんか面白いですね。で、このクーラーの CPU と接する部分なんですが、なんか真っ平らじゃないっていうか、削り出した時の模様みたいのがついてるんですよね。なので、金箔とかだと、なんか影響ありそうな気もしないでもないです。で、あと12センチのファンが2つ。取り付けの向きはどうなんでしょうね。説明書にも書いてないので、自分で試せってことでしょうか。向かい合わせとか、同じ方向にするとか、ケースによっても変わってくるところだとは思うんですが、向かい合わせにしておきました。とりあえず、このクーラーで仮組みしてみましたら、やっぱり前後ちょっとはみ出ちゃってます。バックパネルの方はつらい位置になっちゃってるので、多分普通のケースでは取り付け厳しそうですね。スリム型のファンに変更できればいけるのかもですが、針金みたいな取り付け金具的にどうなんでしょう。ただ見た目がなんかバイクの短気筒エンジンが乗っかってるみたいで、これはこれでそそられますね。
で、検証ですね。単純に CPU の最大温度を調べていきます。で、使うアプリは OCCT で、パワーモードを10分間実行しまして、で、最大温度を測ります。で、ちなみにこのアプリは CPU や GPU を最大限に動作させて、安定性や発熱、電力なんかを調べられるってやつですね。で、まずは上限と下限がどこにあるのか調べるために、普通にグリスを塗った場合の温度を調べてみます。で、使うグリスは SMZ01R。で、こちらの熱伝導率は 13.2W/m⁴K。で、CPU グリスとしては高性能です。オーバークロッカーの清水さんのやつですね。で、パワーモード10分間実行時の最大温度は、最後ちょこんと温度上がっちゃいましたが、それは無視しまして、64度ぐらいっていうことで良いと思います。で、次にグリスを全く塗らない場合での温度も調べてみます。ただこういうのは CPU へのダメージも蓄積されちゃうみたいなんで、皆さんはやらない方が良いです。で、こちらの最大温度は、78.5 度でした。何も塗らない割にはギリギリ許容範囲って感じでしょうか。やっぱこの CPU クーラーの冷却性能のおかげなんでしょうね。で、銀箔を試してみます。で、そもそも銀の性質なんですが、熱伝導率が非常に高くて、428W/m⁴K。今回テストする中では一番熱伝導率が高いです。で、この銀箔ですが、10枚入りで800円ぐらいでした。おそらく工芸品とかで買ったりして使うやつでしょうか。で、和風な包装が粋な感じです。で、この銀箔の厚さですが、0.36 ミクロンということで、ミリだと 0.00036 ミリ。ペラッペラすぎて、ちょっと擦れただけで破けちゃう。扱いが難しいです。で、台仕事 CPU の大きさに切りまして、で、CPU に乗せたんですが、ふわふわしすぎて、ちょっとした風で移動しちゃうんですね。なので、CPU グリスを糊代わりにして貼り付けてみました。なんかこちょこちょやってたら端っことか切れちゃいましたけど、で、このまま試してみます。で、最大温度の方は65度ぐらいでした。グリスを塗った時とほとんど変わらないですね。で、CPU クーラーを取り外してみると、クーラー側に銀箔がぴったりひっついてました。グリスで糊付けしたのは CPU 側なのに、どういうことなんでしょうね。謎です。で、次に金箔。金もそこそこ熱伝導率は高いみたいで、319W/m⁴K。銀や銅ほどではないんですが、アルミよりかは良いみたいです。で、この金箔は1枚で400円ぐらいで。純金箔と思ってたんですが、この金箔の金の含有量は 99% ぐらいだそうです。ただピッカピカでなんか尊い。で、厚さは 0.14 ミクロン。ミリだと 0.00014 ミリメートル。さっきの銀箔よりも薄くて、もはやこれは生ですね。ちょっと刺激を与えるとシワになっちゃいます。で、こちらも同じように切り張りしまして、懲りずにこちょこちょしたらやっぱり切れちゃいました。で、最大温度は69度と、まずまずの検討といったところでしょうか。で、こちらも CPU クーラーを取り外してみると、クーラー側に金箔がぴったりひっついてました。そして拭き取るのがもったいないような、自分主戦度なんで。で、アルミホイルですが、こちらは熱伝導率が 236W/m⁴K と、今回の中では一番低いやつです。で、一般的なアルミホイルの厚みは20ミクロン、0.02 ミリぐらいらしいです。で、こちらも切りまして、ただグリスを塗らなくても飛ばなそうなので、置くだけにしました。で、最大温度は、73度ぐらいでした。なんか金箔銀箔よりも上がっちゃいましたね。で、今回の本命の銅ホイルですね。銅の熱伝導率は、403W/m⁴K で、銀の次に良いです。で、この銅ホイルですが、Amazon で、1000×200 ミリが、1600円ぐらいでした。で、厚みは30ミクロン、0.03 ミリですね。で、若干アルミホイルより厚くて硬めでしょうか。で、こちらもグリスなしで乗せまして、で、最大温度は75度ぐらいでした。で、銅の方がアルミよりも熱伝導率は良いのに、なんかさらに上がっちゃいましたね。で、一番冷えるのかなと思ってたんで、ちょっと意外です。もしかしたら、ア
厚みのせいで隙間を埋めるほどの柔軟性がなかったのかもしれないですね。で、逆に金箔銀箔の時はグリスを糊代わりに使ったことで、薄く塗ったとはいえ、グリスで隙間が埋められて、心の隙間も埋められて、熱移動しやすい状況になったのかもしれません。つまり CPU とクーラーとの隙間を作らないってことがまずは重要なのかもしれないですね。グリスを塗るにしても空気を入れないとか、そりゃそうだ。というわけで、今回は金銀銅アルミの極薄素材を CPU グリスの代用として、使ってみましたが、当初予想していたのとは違った結果になりまして、ちょっと消化不良になっちゃいましたね。では私はもともとお腹が弱いので、さらにあれなんですけど、もうちょっと検証方法を煮詰めて、また改めてチャレンジしたい気もします。で、ちなみに熱伝導率の高いものとしては他にもダイヤモンドがありまして、1000W、2000W パーメートルケルビンもあって、銅の5倍ぐらいらしいんですね。なので YouTube で5000兆円稼いだら、世界一のダイヤモンド、カリナンダイヤ、これをヒートシンクみたいに加工して、冷却性能を試してみたいんですよ。どうなっちゃうんでしょうね。ってことでチャンネル登録の方も何卒よろしくのほどを。今回は以上です。はい、ありがとうございました。